8ベースの KJ です。今日はですね、いよいよフロント周りの組み付けやっていこうかと思います。でね、この RG の部品なんですけど、なかなかなくて必死でね見つけたり調べたりで、やっとの思いで変えないとダメな部品が揃いました。まあ言ってもね、やっていく中でね、足りないものとかやらなきゃいけないところだったりが出てくると思うんですね。まあその辺もね、よくチェックしながら進めていきたいと思います。で、これからね変えていく部品をね一つ一つ紹介していきます。よろしくお願いします。じゃーん、こちらです。前回イージーブラストをしたウインカーになります。これを変えていきます。で、続いてハンドルですね。こちらはセミ絞りの20センチアップをチョイスしました。で、このグリップはね、これ木島製の DT1 タイプの非貫通タイプになりますね。はい。で、続きましてハンドルスイッチなんですけど、これ左側は海外から新品を取り寄せました。たまたまあったんでね、海外から買いました。で、右側のアクセルはもともとついていたやつを使います。はい、続いてブレーキ周りですね。で、このブレーキ周りなんですけど、とりあえずマスターシリンダーが純正見つからないので、このデイトナーのレトロタイプのマスターシリンダーを使っていきます。はい。で、これブレーキホースはステンメッシュの黒なんですけど、一応原車合わせで特注というか何センチって指定して、作ってもらいました。はい。で、これが、ボルトですね。ここのボルトですね。はい。で、ブレーキマスターはこれは使いません。で、ブレーキキャリパー、これキャリパーはやっと中古で見つけたので、純正キャリパーを中古品なんですけど、これをつけていきます。はい。で、アクセルワイヤー、クラッチワイヤーなんですけど、これも新品に変えます。もちろん。で、アクセルワイヤーがハンドルに合わせて20センチロングを買いました。で、もちろんクラッチワイヤーも20センチロングです。で、これスズキとかはそうなんですかね。1本から三つ股に分かれて1本のワイヤーで3本一緒に引く感じですね。これがキャブ、左右のキャブにつながるワイヤーで、これがオイルポンプですかねにつながるワイヤーですね。もちろんこれも変えていきます。はい、続いてこのクラッチレディーズも交換しておきます。なぜかというと、まあなんかもともとね、これクラッチレディーズ重いんですけど、このレディーズはなんかベアリングが内蔵されていて、ものすごくクラッチが軽くなるというので即買いしました。まあ、旧車はね、ちょっとクラッチとかアクセルとか重いとちょっと憂鬱なので変えていきたいアイテムですね。はい、続いてヘッドライトは車外の180パイ、ケースが180パイですねの大きさです。
でレンズはガラスレンズです。でこれバルブなんですけど H4 タイプで、もちろん H4 だと暗いので前もって LED に交換してあります。スモールも LED に交換してあります。でこれバルブですね。でメーター周りのランプがやっぱり暗いので、それもね味なのかと思うんですけど、一応ね交換していきたいと思います。はい、続いてマフラーのガスケット、これはもちろん交換します。はい、こちらミラーですね。ミラーは、クラシックミラーをチョイスしました。ネジサイズは M10 の正ネジですね。左右とも正ネジです。で続いてフロントフォークのインナーチューブなんですけど、これインナーチューブは左右とも車外になりますね。はい、車外しか見つからないのでとりあえず車外にします。でもちろんねオイルシール、ダストシールは純正で交換します。でこれなんでこのインナーチューブをチョイスしたかっていうと、なんかねフロントフォークのインナーチューブを専門で作ってる製造メーカーが再販してるらしくて、とても信頼性の高いメーカーだっていうことでこれをチョイスしました。はい、続いてバッテリーですね。バッテリーはもちろん交換でしょう。はい、だいたいフロント周りはこんな感じです。それではやっていきたいと思います。